こんにちは。今日は卓球愛好家の皆さんが一度は抱いたことがあるであろう、あの禁断の疑問に真っ向から切り込みます。そう、なぜ卓球のラケット、つまりブレードはあんなに高いのかというテーマです。ナビゲーターのみさきです。本日もよろしくお願いします。解説のケンジです。よろしくお願いします。今回は普段メーカーやショップが決して口にすることのない卓球ブレードの原価構造について、最新の調査レポートをもとに徹底的に暴いていこうと思います。実はラケットって単なる木でできた板ではなく、経済的な観点から見ると裏ソフトラバーなどの消耗品とは全く異なる非常に面白い資産的特徴があるんですよ。レポートの冒頭から目から鱗の衝撃的な言葉がありますね。ラバーは短命な消耗品だが、ブレードは長期的な固定資産である。確かにラバーは毎日練習すれば1ヶ月、長くても数ヶ月で寿命が来て張り替えますけど、ラケットは数年、中には10年以上同じものを使い続ける人もいますよね。その通りなんです。データインテロ社が発行した市場分析レポート、グローバルテーブルテニスラケットマーケットアナリシス2026-2024という資料があるのですが、それによると世界の卓球ラケット市場は2034年までに約29億ドル、日本円で4000億円を超える規模に達すると予測されています。この巨大市場も成長を支えているのは、単なる競技人口の増加だけではなく、高価格帯のハイエンドブレードに対するプレイヤーの投資意識なんです。投資ですか？趣味の道具にお金をかける以上の意味があるんでしょうか？はい。レディットなどの世界的なコミュニティでもよく議論されていますが、実は人気モデルの中古価格は新品価格の 50% から 70% という他のスポーツ用品では考えられないほど高いリセールバリュー、つまり再販価値を維持しています。つまり3万円で買ったラケットを5年使って2万円で売れるなら、実質的なコストは年間わずか2000円。これを企業の会計のように原価償却として考える極めて賢いプレイヤーが増えているんですね。今回の音声解説では、その価格を構成する原材料費や選別コスト、さらにはブランド量の正体まで、全20パートで余すことなく解説していきます。これを聞き終わる頃には、皆さんの用具選びの基準がガラリと変わるはずですよ。さて、まずは基本中の基本、原材料について掘り下げていきましょう。最近のラケットはカーボンやザイロン、アリレートといったいかにも高そうなカタカナ素材が前面に押し出されていますよね。でもケンジさん、実はルールによってラケットの大部分は木で勝たなければならないと決まっているんですよね。その通りです。これは ITTF スタチューツ2025-2026、つまり国際卓球連盟の最新規定集に明記されている鉄の掟です。それによると、ブレードの厚みの少なくとも 85% は天然の木でなければならないというルールがあります。つまり、どんなにハイテクを謳っているラケットでも、その 8.5 割以上はただの木で構成されているんです。85% も。じゃあ最新の数万円するカーボンラケットでも中身のほとんどは木なんですね。そう考えると余計になぜそんなに高いのって思っちゃいます。そこが卓球ビジネスの深淵なんです。レポートによれば、残りの 15% に許されたカーボンや PBO 繊維、ザイロン、そしてそれらを接着する高度な技術もコストを押し上げますが、最もお金がかかっているのは実は木材の選別という工程なんです。選別？森から切ってきた木を機械でカットするだけじゃないんですか？とんでもない。例えばバタフライのサイプレス G-MAX のような最高級のヒノキ短パンをイメージしてください。定価はなんと55,000円です。原材料としてのヒノキの丸太の価格は実はその数%程度に過ぎません。しかしその巨大な丸太から肝目が極めて細かくかつ完全に平行で、樹脂の糊が理想的な打球感が完璧な部位だけを抽出するとなると話は別です。そのほどまり、つまり採用率はわずか 5% 以下。残りの 95% は卓球のトップモデルとしては不合格として切り捨てられる運命にあるんです。 95% も捨てられちゃうんですか？それはもったいないというか厳しい世界ですね。はい。私たちが目にしている数万円のラケットは何百何千という候補の中から選び抜かれたエリート中のエリートなんです。この不確実性を管理するコストこそが私たちが支払っている代金の最大の正体の一つなんですよ。5% のほどまりというお話が出ましたが、特に日本が世界に誇る基礎ヒノキについては、レポートでも特別な賞を割いて解説されていますね。単なるヒノキでは何が違うんでしょうか？沢球スポーツの調査資料にも詳しく記載されていますが、現在長野県木曽地方の樹齢数百年の天然林から取れる木曽ヒノキは供給量が劇的に減少しており、事実上の絶滅危惧種に近い状態、まさにグリーンプラチナと呼べる存在になっています。
絶滅危惧種、そんな貴重な木が私たちのラケットになっているんですね。そうなんです。特にペンホルダーの単板ラケットは合板のように質の悪い層を中に入れて隠すことが一切できません。1枚の板だけで全ての打球の衝撃を吸収し反発させなければならないため、少しでも木目が曲がっていたり密度がばらついていたりすれば、それは即座に2級品以下にランクされます。メーカーの熟練工が一枚一枚の板を木のハンマーで叩いて音を聞き、その周波数を耳で選別する。さらに重量をミリグラム単位で計測し、重心位置までチェックする。この職人により選別労務費にこそ膨大なコストが投入されているんです。まさに楽器を作るバイオリン職人のような世界ですね。その通りです。さらに最近では表面材によく使われるリンバやコトといったアフリカ産の木材も物流コストの増大や現地の輸出規制によって価格が高騰しています。アリババの B2B 取引ガイドを見ると、一般的な家具用のベニヤ板なら安く買えますが、卓球メーカーが求める比重と高度が極めて狭い範囲に収まった選別材は、その価格の数倍から十数倍のプレミアム価格で取引されるのが業界の常識です。私たちがただの木だと思って叩いているものは、実は選び抜かれた天然の精密部品なんです。そう考えると、あの価格の見え方も少し変わってきませんか？次はカーボンやザイロンなどの特殊素材についてです。ラケットの名前にカーボン入りとかスーパー ZLC とか入るだけで急に価格が跳ね上がるイメージがありますが、あの素材自体が宝石みたいに高いんですか？インテルマーケットリサーチの最新の報告書、パフォーマンスラバー&ブレードマニファクチャリングコストバリアーズという資料に非常に興味深いデータが載っています。それによると、実はカーボン繊維や PBO 繊維、ザイロンそのものの原材料コストはラケット1本あたりに換算すると驚くことに数百円から高く見積もっても1500円程度に過ぎないんです。もっと何千円何万円もするのかと思っていました。じゃあなんで製品価格はあんなに高くなるんですか？まさかぼったくり？そう思うのも無理はありませんね。でも答えは素材代ではなく加工難易度にあるんです。特にザイロン ZLC シリーズは防弾チョッキや宇宙産業にも使われる世界最強クラスの引っ張り強度を持つスーパー繊維です。これを木材と重ねてあの特徴的なラケットの形状にきれいに切り出すのがどれだけ過酷な作業か想像できますか？ハサミやカッターでチョキチョキというわけにはいかないでしょうね。無理ですね。通常のプレス機や工業用カッターの刃を使うとザイロンの強靭な繊維に負けてたった数本カットしただけで刃がボロボロに摩耗して切れ味がなくなってしまうんです。Google の特許資料 WO2080940791 などを詳しく調べると、この特殊素材を 0.1 ミリの狂いもなく、かつ断面を毛羽立たせずにカットするためには、数万ドル単位の超高性能な特殊工作機械と頻繁な刃の交換が必要です。なるほど。素材そのものの値段よりも、それを加工するために犠牲になった機械と消耗品のコストが乗っているということですね。その通りです。ザイロンの価値はそれを切るための刃にあると言っても過言ではありません。この加工障壁を乗り越えられる設備を持っているメーカーが限られていることも、高価格を維持できる大きな要因になっています。さて、いよいよ世界で最も人気のある、そして最も高価なブランドの一つ、バタフライ株式会社タマスのコスト構造について見ていきましょう。バタフライのラケットはなぜあんなに高価なのに売れ続けているのでしょうか。バタフライの最大の強みは、埼玉県所沢市にある自社工場バタフライテック BTC による一貫生産体制です。オールアバウトテーブルテニスの独占記事インサイドバタフライズジャパニーズファクトリーによると、彼らは世界中から木材を丸太の状態で買い付け、自社で乾燥させ、成形から最後の仕上げまで全てのプロセスを自社のコントロール下に置いています。外注に頼らず全部自分たちでやる垂直統合ですね。でもそれってかえってコストが高くつきそうですが、はい、コストは確実にかかっています。約40名の専任スタッフが年間約60万本のブレードを生産していますが、その品質管理は狂気とも呼べるレベルで厳格です。特に注目すべきは人件費の割合です。ハンドルの角を滑らかにする面取りや最終的な表面の研磨・検品といった工程には、機械では決して真似できない熟練の職人の手仕事が詰め込まれています。日本の高い労働コストがそのまま世界最高の品質という付加価値に化けているんです。レポートによると、バタフライの製造原価率は推定 15% から 20% 程度とされていますね。残りの 80% は何に使われているんでしょうか。そこがブランドの凄みです。残りの 80% には年間数億円とも言われる研究開発費 R&D、世界中のトップ選手との高額なスポンサー契約、そして世界規模の流通網とカスタマーサポートの維持費が含まれています。
また、バタフライはオープン価格制を導入し、小売店での過度な値引きを制限することで、製品のプレミアム価値を徹底的に守っています。これはマイナビの財務データ2024を見ても安定した高収益を生む最強のビジネスモデルであることが証明されていますね。次はガラリと雰囲気を変えて北欧スウェーデンを中心とした欧州製ラケットのお話です。ヤサカやドニック、スチガ、あるいは日卓の欧州製モデルって日本製に比べると少しリーズナブルで手に取りやすいイメージがありますよね。鋭い観察眼ですね。その秘密はスウェーデンのトラーノスという町にあるウッドハウスイントラーノス AB という会社にあります。ここは世界最大の卓球ブレード専用の OEM 工場、つまり受託製造工場なんです。 OEM ということは一箇所の工場でいろんなブランドのラケットを作っているってことですか？まさにその通りです。例えばヤサカのスウェーデンエキストラやドニックのバルドナーモデルの一部などは実は同じ製造ライン、同じプレス機を使って製造されているケースが非常に多いんです。eBay や二消費といったグローバルな販売プラットフォームのデータを見ると、これら欧州製ブレードが40ドルから60ドルという安定した低価格で、かつ高品質に提供されている背景がよくわかります。ライバル同士が同じ工場をシェアしている。なんだか不思議ですが、メリットは何なんでしょうか？それは規模の経済を最大限に活かせる点です。一社だけでは到底買い占められないような膨大な量の木材を一括で安く仕入れ、巨大な設備を24時間体制でフル稼働させる。共通の製造インフラを使うことでラケット1本あたりの固定費を極限まで押し下げているんです。バタフライが一人のシェフが腕を振るう高級懐石なら、スウェーデン OEM は最高級の食材を効率的なシステムで提供する一流のレストランチェーンのような違いですね。ブランドロゴは違っても、その根底にあるのは北欧の良質な木材加工技術という共通の資産なんです。さて次は世界最強の中国チームを支える DHS 高層機に迫ります。レポートを読んで一番震えたのがここなんですけど、同じ名前のラケットなのに値段が10倍も違うことがあるって本当ですか？残念ながらというか、これが中国流の選抜ビジネスの真髄なんです。代表的なのは絶対王者バリュー選手が愛用することで知られるハリケーンロング5 HL5 です。普通にお店で売っている市販品だとだいたい1万5,000円くらいですよね。ところが全く同じ設計図、同じ素材で作られたはずのナショナルチーム向け選抜品、通称 W968 と呼ばれるモデルになると、価格は一気に700ドルから高い時には1000ドル、日本円にして15万円近くの値がつくこともあるんです。へえ、10倍。中身にダイヤモンドでも埋まっているんですか？いいえ、原材料は市販品とほぼ同じです。テーブルテニスタイランドが公開している DHS ブレイドハイラキー分析によれば、その価格差の正体は狂気ともいえる過酷な選抜プロセスにあります。 DHS は工場で大量生産した何千本というラケットの中から重量がコンマ数グラム単位で一致し、振動周波数が完璧で、さらに木目が美しくまっすぐな紙個体だけを手作業でピックアップします。そのオーディションに合格した一握りが W968 になり、残りの数千本が私たちの買う市販品になるわけですね。そうです。でも面白いのは、その選別に落ちた市販品の中にもごく稀にプロスペックに近い当たりが混ざっていることなんです。この当たりを探す楽しみまで含めて DHS のマーケティングは非常に巧妙ですね。トップ層には天文学的な金額で神話を売り、大衆にはそのおこぼれとしての期待感を売る、まさにピラミッド構造を利用した非常に賢いブランドビジネスと言えるでしょう。最近 Amazon やアリエクスプレスといった EC サイトでとにかく安くて高性能だと話題なのが銀河、インヘといった新興中国メーカーですよね。1万円を切るどころか5000円以下でカーボン入りが買えたりしますが、あれって怪しくないですか？昔ならともかく今の銀河は侮れませんよ。1986年に設立された彼らは河北省に2万平方メートルを超える巨大な自社工場を構え、今や世界の価格破壊王として君臨しています。彼らの凄さは単なる安物作りではなく、エンジニアリングによる原価の最低義にあるんです。具体的にはどうやってコストを下げているんですか？最大の武器は後追い開発の徹底的な最適化です。例えばバタフライのビスカリアの構造を科学的に徹底解明したプロ01というモデル、本家が2万円以上するのに対し銀河は40ドル程度、つまり約6000円。レッディットなどのレビューでも目隠しして売ったら区別がつかないとまで言わしめています。そんなに？本家は怒らないんですか？もちろん複雑でしょうが、彼らは木材の熱処理技術において独自の特許を多数持っています。
リサーチゲートに掲載された学術論文でも銀河の人工熟成技術、真空加熱などは高く評価されています。これにより安価な若い木材であっても数十年乾燥させた高級古材と同じようなパリッとした高い反発力を人工的に作り出しているんです。なるほど。時間をかけて熟成させる代わりに科学の力でショートカットしているんですね。その通りです。素材のブランドにお金を払うのか、加工技術の成果にお金を払うのか。銀河やロキの躍進は私たち消費者に性能の適正価格とは何かという問いを突きつけているんです。ラケットができるまでの工程についてもレポートでは詳しく触れられていますね。特にプレス、圧着の工程が実はすごくコストがかかるとか。はい、ここがブレードの魂が決まる新刊ですからね。PMC に掲載された論文、プロパティーズ・オブ・テーブルテニス・ブレード・フロム・ソーガム・バガース・パーティクル・ボードなどを読むと、木材を貼り合わせる際の温度と圧力の管理がいかに製品の品質を左右するかがわかります。ただボンドで貼って重しを乗せるだけじゃダメなんですか？全くダメです。1万かけてじっくりと一定の圧力でプレスし続けないと内部に微小な気泡や剥がれが生じてしまいます。これが打球管のムラや数ヶ月後の板の剥がれの原因になるんです。大手メーカーの工場ではこのプレス作業のために巨大な専用マシンが何十台も稼働していますが、その電気代やメンテナンス費用だけでも1本あたりのコストに数ドルの影響を与えます。乾燥についても何年も寝かせることがあるって聞きましたけど。そうなんです。レポートの製造フロー分析によると、最高級モデルに使用される木材は屋外で数年間自然乾燥させた後、さらに工場内の高温高湿室で数ヶ月かけて抽出されます。そんなに時間をかけていたら在庫として置いておくだけでもお金がかかりますね。まさにそこです。この在庫の寝かせこそが高級ラケットと安価なラケットを分ける目に見えない最大の差なんです。急いで作れば必ず後で反りや割れが出てきます。私たちが支払う高い代金はメーカーが時間をかけて木をなだめ安定させたことに対する待機料でもあるわけです。これだけ機械化が進んだ時代でも最後はやっぱり人間なんですね。レポートでも人件費の構造が重要なトピックになっています。はい、特に日本製やドイツ製のラケットが高価な理由は熟練工による仕上げ工程の長さにあります。例えばラケットのサイドを見てください。非常に滑らかに磨き上げられていますよね。はい、触ると気持ちいいくらいツルツルですよね。あれは自動研磨機だけでは限界があるんです。特に面取りといってグリップからブレードにかけての角度やユリが当たる部分の微妙なカーブは職人が一つ一つヤスリの番手を変えながら手作業で調整しています。この工程に1人当たり30分かかるとすれば、それだけで日本の最低賃金レベルを超えたコストが原材料費に上乗せされる計算になります。なるほど。でも中国製なら人件費がもっと安いから安くできるんじゃないですか？確かに以前はそうでした。しかし今の中国のトップ工場、特に DHS や銀河のプロ担当チームの人件費は決して低くありません。レポートによれば彼らは国家級の技術者として優遇されており、その専門的な知見がラケットの性能を決定づけています。結局世界中どこに行っても本当に良いものを作ろうとすれば人の手と高い技術量が必要になるということですね。そうです。私たちがラケットを手にした時に感じるフィット感や安心感、それは何十年という経験を積んだ職人の指先が 0.1 ミリ単位で調整を繰り返した結果なんです。この匠の技を買い支えるためのコストだと考えれば、3万円4万円という価格も決して法外なものではないと思えてきます。さて後半戦のスタートです。レポートの第4章で語られている選別・ソーティングの科学的な裏側についてもっと深く教えてください。ケンジさん、プロはラケットを叩いて音を聞くと言いますが、今の時代あれはもっとハイテクな方法で行われているそうですね。その通りです。もはや職人の耳だけに頼る時代ではありません。現代のトップメーカー、特にバタフライや DHS の特注製造ラインでは超高感度マイクと周波数解析ソフトウェア、いわゆる FFT アナライザーを使ってブレードの固有振動数を全数測定しています。固有振動数、なんだか物理の実験みたいでかっこいいですね。どうしてそんなことを測るんですか？簡単に言うと、ブレードを叩いた時のキーンという音の高さ、つまりヘルツです。周波数が高いほど木材の密度が高く反発力が強くなります。逆に低いほど球持ちが良く弧線を描きやすい。メーカーはプロ選手ごとにこの選手なら何ヘルツから何ヘルツの間がベストという驚くほど狭いターゲットレンジを設定しています。じゃあその範囲から外れたものはたとえ品質に問題がなくても不合格になりますか？そうなんです。例えば同じビスカリアの板を1000枚作ってもトップ選手が求める完璧な振動数と黄金の重量、例えば 88.2g から 88.7g の間を満たすのは統計的に数%、わずか数十枚程度しかありません。
残りの数百枚は一般市販品となります。この1握りの紙個体を選び出すための検査コストと膨大な規格外在庫を抱えるリスク、これがトップモデルや選別品の価格に重くのしかかっているんです。なるほど。私たちがお店で重さを選ばせてくださいというのも、ある意味自分だけのオーディションをしているようなものですね。まさにそうです。その選べる権利と個体差の保証こそが私たちが支払っている代金の正体なんです。次はちょっと生々しいお金の話です。メーカーで作ったラケットが私たちの手に届くまでにどんなマージンが載っているんでしょうか。テーブルテニスデイリーのディストリビューションチャンネルマージン調査という非常にリアルな統計データがあります。それによると、日本やヨーロッパの伝統的なメーカーが採用している流通モデルでは、価格がミルフィーユのように多層構造になっています。まずメーカーから総代理店や問屋に卸され、そこからさらに各地域の卸売商、そして最終的に町の卓球専門店へと流れていきます。それぞれの会社が運賃を払って自分たちの利益を乗せていくわけですよね。はい。一般的に最終的な小売店の利益率は 20% から 30% 程度に設定されています。例えば定価が2万円のラケットなら、ショップの取り分は4000円から6000円くらい。ここからお店の家賃、光熱費、広告宣伝費、そして何より大きなコストである店員さんの専門知識とサービスが支払われています。確かにラバーをきれいに貼ってくれたり、自分に合った組み合わせを1時間も一緒に悩んでくれたりしますもんね。そのアドバイス料も入っていると思えば妥当な気もします。そうなんです。特に地域の専門店は単なるお店ではなく、卓球コミュニティの維持という重要な社会的インフラの役割も担っています。このオフラインの付加価値を支えるために、メーカーはある程度の流通マージンをあえて残しているんです。しかし近年はこのモデルを根本から破壊するネット直販という大波が押し寄せています。これは次のパートで詳しく見ていきましょう。流通の話を語る上で絶対に避けて通れないのがバタフライの徹底した価格管理ですよね。ネットで検索してもどこのお店も同じ値段。これって買う側からするともっと安くしてよって思いませんか？消費者の本音としてはそうですよね。でもこれにはバタフライ、つまり株式会社タマスのブランド防衛という明確な経営戦略があるんです。ワールド TT ニュースの解説によれば、バタフライは世界各地にある現地法人や独占代理店の利益を非常に大切にしています。なぜそこまでして代理店を守る必要があるんですか？もし日本国内のショップが勝手に海外へ安売りしてしまう、いわゆる並行輸出グレーマーケットを許してしまうと、現地の正規店が潰れてしまいます。そうなるとその国での普及活動や大会のスポンサーができなくなり、長期的には卓球市場そのものが傷んでしまうんです。なるほど。短期的な売上よりも世界中のサポート網を維持することを選んでいるんですね。はい、レポートによれば、これによりバタフライは推定 25% から 35% という業界でも無を抜いて高いブランド純利益率を維持しています。ユーザーはこの価格の高さを支払うことで、間接的に世界中どこへ行っても受けられる安定したサポートと最高級ブランドを使っているというステータスを維持しているとも言えます。価格が落ちないからこそ中古で売るときも高く売れる。これはある種バタフライがユーザーに提供している資産価値の保証なんですよ。バタフライのような伝統的なモデルがある一方で、さっき出た銀河やロキはどうやって驚異的な低価格を実現しているんですか？やっぱり何かを削っているんでしょうか？彼らが削っているのは性能ではなく中間の利益なんです。これが今流行りの D2C ダイレクトトゥーコンシューマーモデルです。レポートによると、現在世界の卓球用具のオンライン販売シェアは 38.2% まで拡大していますが、中国ブランドはこのデジタルシフトを最大限に活用しています。問屋さんも地域の小売店も通さないってことですか？そうです。中国の工場から直接 Amazon の倉庫や個人の自宅へ送るわけです。これにより、さっきお話しした流通マージンの30から 50% をごっそりカットできます。ライジンというブランドを見てください。2011年設立と歴史は浅いですが、レジェンド、ワンホーをブランド責任者に据えて、SNS マーケティングと直販だけで一気に世界シェアを奪い取っています。有名選手を使いつつ、マージンは削る。めちゃくちゃ合理的ですね。はい。彼らの代表モデル、アーサーシリーズなどは、内部のカーボンの編み方をコンピューターで最適化し、高価な W968 に近い弾道特性を再現しつつ、価格はわずか40ドル、つまり5000円前後に抑えています。バタフライの特注品が10万年以上することを考えると、この差は性能ではなくビジネスモデルの差であることは明確です。これからはブランドの歴史にお金を払うのか、最新を効率的な流通にお金を払うのか、ユーザーの審美眼が問われる時代になります。ここからはちょっと意地悪な質問をしちゃいます。レポートの第7章。ここにはプロが使っている用具は市販されているものとは別物だというファンには少しショッキングな内容があります。
これって本当なんですか？残念ながらこれは業界の公然の秘密であり、紛れもない事実です。 YouTube などの検証動画や関係者のリーク情報でも明らかになっていますが、トップ選手に支給されるブレードは私たちが店で手にするパッケージ品とは物理的なスペックが根本から異なります。でも見た目は同じビスカリアやハリケーンですよね。グリップのデザインも同じなのに。見た目は 100% 同じにつけられています。でも製造工程における選別基準が天と地ほど違います。例えばバタフライのプロ選手用ブレードは数千枚という膨大な板の中から板全体の密度の偏りが 1% 以内という驚異的な均一性を持ち、さらに選手好みの特定の共鳴音を奏でるものだけが厳選されます。市販品としてこのレベルの検品を行えばラケット1本の価格は数十万円になってしまうでしょう。じゃあ私たちが憧れの〇〇選手と同じものを使いたいと思ってもそれは不可能なんでしょうか？物理的には全く同じものを手にするのは非常に困難です。ただ DHS のようにプロ用、国家代表用をあえて高額で限定販売するケースもありますが、基本的には市販品は最高級のレプリカであると認識すべきだとレポートは結論付けています。プロには勝つための特注を、ファンにはその体験を提供している。この夢と現実の適度なギャップも高額なブランドビジネスを成立させるための重要なエッセンスなんですよ。レポートを読んでいてさらに驚いた言葉がありました。リハンドル。これトップ選手が密かにやっていることだそうですが、具体的にどういう意味なんですか？これはさらにディープな話になりますね。リハンドルとは中身、ブレード本体は別のメーカーのラケットなのにグリップの部分だけを今契約しているスポンサーのブランドのものにしげ替えることを指します。それって一種の偽造じゃかいですか？契約違反になりますよね。契約上は真っ黒か限りなくグレーです。でもコンマ数秒、コンマ数ミリを争むプロの世界では、昔から10年愛用している廃盤モデルの打球感や自分の手に完璧に馴染んだ特定の木材を捨てられないケースがあるんです。選手は勝ちたい、メーカーは看板としての露出が欲しい、その利害が一致した時、レンズとグリップのカラーだけを移植したハイブリッドラケットが誕生するんです。まるで中身がフェラーリのエンジンを積んだトヨタの車みたいな話ですね。まさにそれです。特に木材ラケットの時代にはこの傾向が非常に強かった。最近は特殊素材の進化によってメーカーごとの性能差がはっきりしたため、リハンドルは減りつけ合いますが、それでも一部のベテラン選手には今も残っている文化です。レポートは、私たちがテレビで見ているあの強烈なスマッシュの音は実は別のメーカーの連接的名作の音かもしれないという、ファンには少し残酷なでも非常に興味深い可能性を指摘しています。パート4でも少しお聞きしたが、高価な ZCL ラケットの価格構造についてもう少し詳しく教えてください。レポートにザイロンの価値は繊維ではなく刃にあるとありましたが、これをもっと詳しく。これは製造現場の人間しか知らないまさに悲鳴に近い実態なんです。レポートの 3.2 節コンポジット加工のコスト障壁を読み解くと、ザイロンの加工にはダイヤモンドに近い硬度を持つ特殊な超硬刃が必要不可欠になります。ダイヤモンドの刃、それだけで1本いくらするのか恐ろしいですね。はい。しかも問題は、その高価な刃を使ってもなお木材とザイロンを重ねた積層板を裁断しようとすると、あまりに強靭なザイロン繊維が刃に絡みつき、猛烈な摩擦熱が発生して一気に切れ味が落ちてしまう点です。定期的な刃の研磨、そして機械のメンテナンスによるダウンタイム、稼働停止時間を1本あたりのコストに換算すると、加工費だけで普通の木材ラケットの数倍から10倍近くかかっている計算になります。だから同じカーボン入りの ALC よりもザイロンの ZCL の方が圧倒的に高いんですね。原材料の差というより手間賃の差なんですね。そうです。もう二度とザイロンなんて切りたくないという製造現場の本音が聞こえてきそうなコスト構造です。でもあの独特のボールを一度掴んでから爆発的に弾き出す反発力はザイロンでしか出せない。その唯一無二の性能を求めるユーザーがいる限り、メーカーはこの過酷な加工プロセスを維持し価格に転嫁せざるを得ない。高級ラケットの価格には職人の苦労と最新機械の消耗がぎっしり詰まっているんです。ラケットが高い理由がいろいろ分かりましたが、それでも高くても買う価値があると言い切れる理由は冒頭に出た資産価値の話ですよね。もう一度具体的に教えてください。はい。レティットのテーブルテニスリセールバリューコンパリゾンという調査結果を見てください。例えばバタフライの水谷隼 ZC やビスカリアといった世界的なベストセラーモデルは、購入から3年5年が経過した中古品であっても適切な管理がされていれば定価の6割以上の価格で、しかもオークションサイトに出せば数時間で買い手が見つかるという驚異的な流動性を誇っています。5年使っても6割、スマホよりも価値が落ちにくいんじゃないですか？まさにその通りです。これはラケットが湿気管理さえ間違わなければ性能がほとんど劣化しないという木材特有の物理的特性に基づいています。
ラバーは生物ですが、ブレードはバイオリンやピアノに近いんです。使い込むほど価値が出るなんてこともありますか？ありますね。レポートでも触れられていますが、30年前の黒い蝶ロゴのバタフライ製品などは当時の販売価格の数倍、数十万円で取引されています。長い年月をかけて木材の水分が理想的なバランスで抜け、接着剤が完全に馴染んだオールドブレードは現行品では出せない深い打球感を持つと言われています。なるほど。3万円の新品を買っても5年後に2万円で売れるなら、1年間のラケット代はたったの2000円。そう考えると、下手に安いラケットを何度も買い替えて失敗したと後悔するより、背伸びをしてでも最初から最高の1本を買う方がトータルでは圧倒的に安上がりなんですね。いよいよ大詰めです。ここまで紹介してきた各メーカーのビジネスモデルとコストを比較したまとめの表について見ていきましょう。レポートの第6章ですね。ケンジさん、一言でまとめるとどうなりますか？この表はプレイヤーが何を重視すべきかを明確にしてくれます。まずバタフライに代表されるプレミアム型。現在用費は推定15ドル前後ですが、選別ローム、R&D、世界的なサポート、そして所有する喜びに200ドル以上の対価を払うモデルです。次に、ヤサカやドニックに代表される欧州 OEM 型。スウェーデンの巨大工場の効率を生かし、選別コストを抑えつつ、40ドルから70ドルという非常にフェアな価格で高品質を提供する実利重視型です。3つ目は DHS の国家代表用。1000本に1本の神個体を選び出すために、販売価格を1000ドルにまで引き上げた究極のオタク特化型です。最後に、銀河やローキの価格破壊型。直販モデルで中間マージンを削り取り、最新の科学技術で5000円以下でハイエンド級の性能を実現するコスパ最強型です。こうしてみると自分が何を大切にしたいかが分かっときますね。ブランドの安心感なのか、プロと同じスペックという神話なのか、それとも科学的に裏付けられた純粋なコスパなのか。はい、レポートでも重要な指摘がされています。4000円の銀河のラケットと3万円のバタフライのラケットで物理的なスピード性能に 7.5 倍の差があるかと聞かれれば答えは間違いなくノーです。その価格差は安心、ステータス、そして個体差が少ないという確実性に対する保険料なんですね。ついに最後のパートとなりました。全20回という長い旅でしたが、卓球ラケットの知られざる原価と経済の世界、いかがだったでしょうか？ケンジさん、最後に私たちの用具選びへの最終アドバイスをお願いします。はい。今回の包括的な調査を通じて分かった最も大切なことは、私たちがラケットを買うとき、それは単なる板を買っているのではなく、メーカーが肩代わりしてくれた不確実性への投資を買っているということです。不確実性への投資、最後まで深いですね。バタフライが高いのは、あなたが外れ個体を引いてがっかりするリスクをメーカーが何万枚もの板を検品することで事前に排除してくれているからです。逆に銀河やローキが安いのは、その選別の手間をデジタルの効率や新しいエンジニアリングで補うことで低価格を実現しているからです。どちらが正しいということはありません。自分の財布の状況と自分が道具に対してどれほどの絶対的な信頼を求めるのか、そのバランスで決めていいんです。ベテランプレイヤーが結局バタフライに戻るんだよねと語る真意は、単なるブランド振興ではなく、この徹底した品質の均一化から来る安心にあることが今回の原価分析からも裏付けられましたね。その通りです。一方で、新しい技術にチャレンジし、安くていいものを掘り出すのも卓球の大きな楽しみです。この音声解説が皆さんの新しい相棒選びの確かなヒントになれば、これ以上の喜びはありません。自分の道具をスペックだけでなく、その背景にあるストーリーや経済学まで含めて愛することができれば、あなたの卓球はもっと面白くなるはずです。皆さんも最高の資産とともに素晴らしい卓球ライフを送ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。